オーロボッツフランベチャンネル。いやーなんだかね、フランベちゃんと釣るって言ってるけどランク下げを煽るような話題は困るんだがねって言われていないかと思ったのだが、この3週間戦術を真面目に考えつつと釣りまくったんだね。効果としての感想はやはり火力に大幅な格差ある敵に対しては非常に有効だね。もちろん敵が優勢ってとこでね、最終的には負けとなる確率は高いが、まああまりある敵の余裕に一泡吹かせるいや本気にさせる、そんな感じの展開となるね。いい感じだ。ともに真剣でね。そして成績というと20日現在5300あたりに位置している。まあ装備武器はアルティメットとはいえほぼ全てのレベルはマーク1バキシマム程度だし、フランベの実力から見てもいい感じと言える。味方としてもおそらくだが前線を押し上げたとこでのバトル展開となるんで、どう攻撃していくのかと考える余裕は生まれているだろうしね。まあと釣りがランク下げにつながらないか心配だったので確認してみました。では次の話題。そう、アーマーアタックにリバランス到来。いやいやフランベなん言っちゃってんだって思うでしょう。いやね、これ見てるとね、随分と違うもんだねって思って。アーマーアタックのリバランスのアナウンスではない。これどう？ゲームプレイしていない視聴者の皆さんには何がどんな武器なのかわからないだろうが、明確なのは今回のリバランスではダメージ 10% バフが16アイテム、20% バフは13アイテム、耐久値増減もあるようだ。そしてキルタイムは約5秒短縮される想定だそうだ。もちろんそもそものコンセプトが違うとか、まだサービス始まって1年程度だとか、そんな違いはあるのだが、これを見てどう感じるだろう。一つはまともなリバランスと思える。次にこれまではもっさりとしたバトルであったところをスピード感あるバトルに変わるためのバフ、それを全体的な調整としている点。極端にぶっ飛んだ武器やボットがあまり存在してないってことが理由だろう。お金を使う価値として好みを選んで購入するってとこか。まあフランベにはぶっ飛んでバランス崩すのか、これまでのスピード感を高めるために全体を一律的にバフさせる必要が生じたゲームとの違い。これはどちらがプレイヤーにとって喜ばしいリバランスなのかって思ってね。そろそろアーマーアタックのダウンロード数、そして売り上げ上がってくるんじゃないのかね。それじゃ次は重武器と中武器とのダメージ比較です。全てとはいかないが次回弱体化されるものを中心に検証します。これらについてもアップデート以降でビフォーアフターの確認やっていきます。では結果を見ていきます。左から3つは中武器、赤、ライムグリーン、イエローだね。ブルーから右は重武器。まあこれだけでいかにぶっ飛ばせて撃っていこうって戦術がはっきりとわかるね。5秒のグラフで見ると、まあ確かに有効射程50メートル程度のキリン。とはいえスクリーマーの 3.5 倍はひどすぎるよね。その上でそれを凌駕する M80 やアルティメットはボックの中武器が存在するわけだが、さあこれ特にキリンの火力どこまで調整されるんだろうね。半分まで落ち込んでもまだ十分と思えるのだが、まあこれがオワコンとなればサムジョクもオワコンとなるだろう。ここだね。顕著な事例は使い捨てボットと武器の関係って、そう思うね。ではこれも弱体化で比較しましょう。じゃあ最後にフランベが装備できる最大のセットアップではあるが、次回の弱体化でトータル的にどのくらい低下するのか、そこんとこを確認する準備検証ではあるが、確認してみましょう。まずはラプター、オーソドックスといえる近接戦瞬間ダメージにシフトしたセットアップ。3秒03。まあサンプルのインベーダーは全く防御システム持っていないとはいえ、耐久値60万を3秒だ。シャボン玉系トラプターのアビリティ、これは当然とも言えるタイムだろうね。では次のサムジョク、これについてはパイロットスキルでアビリティ終了後3秒間 15% のダメージブーストを得られる。ここだろう。ああ 1.8 秒、そうだろね。とはいえこれまだ分離したボディのアビリティダメージは入っていないのだが、あえて分離したダメージカウントとしました。で固定ボディのダメージも確認しましょう。6秒、つまり1秒で10万となるんだね。まあそりゃキルタイムが7秒も大幅に短縮されるわけだよね。では検証確認の最後はダックス。装備武器はアップグレード低いながらかなり装備率が高かったアルティメットとしました。ドローンについても弱体化予定のモデレーター。次回はミニボット3つの火力とイージスシールド耐久値について大幅な弱体化を受けるのだが 1.97 ね。
約1秒で30万のダメージを叩き出している。まあこれハボックのダメージが凄まじく影響してるってとこもあるけどね。さてこの3つについてアップデート早々に検証動画をアップする予定です。ぜひお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。